目標達成するかどうかどうでもいいっすよ。結果が大事なんで、高すぎる目標に関しても低すぎる目標に関しても大体目標設定が欲しいです。結果が当然一番高く出るようにすると思うんですよ。こんにちは、ゴンジです。このチャンネルでは14歳から働き21歳で起業、これまでに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり育成術などをお話しています。興味のある方だけ見ていただけると嬉しいです。本日もよろしくお願いします。本日のテーマが目標未達成時こそリーダーの力が問われる、リーダーの資質とかですね、素質とかを覚えていただけると幸いです。はい、まずこれに至る質問だったんですけど、一つはですね、目標数値に満たない時の動き方みたいな質問があったんですね。目標数値に達しない月で部下のモチベーションが下がっている際にどのような声掛けや動きでモチベーションを維持しますか。この質問1ですね。似たような質問で、毎週目標達成をしない社員への対処法を教えてくださいと、チームで目標を立てるが今週もできませんでしたと毎週のように言って達成しないやつがいると、どうしたらいいですかねってやったんですけど、これちょっと目標っていうものの概念をやっぱり結構話していかないと解決しないと思うんで、目標っていうテーマを持ってですね、改めて喋りたいと思うんですけど、僕は主に目標数値に満たない時って2つしかないと思うんですよ。目標設定がおかしいとか、ただやってないだけじゃん。だから目標設定がミソなんですよね。僕は今こう考えると、やっていないだけの人が実はほとんどで、かなり頑張ってやってるんだったら目標設定おかしいんですよ。大体管理者のほとんどの目標設定がおかしいっすよ。おかしいっていうかね、もう目標に対しての考え方がおかしい。なるほど。根本的なところですね。僕はいつも言うんですけど、多分会社の違いもあると思うんですよ。僕は目標達成するからどうかどうでもいいっすよと。結果が大事なんだ。目標っていうのは結果を最大化するためのツールでしょ、思うんですね。例えば僕は目標って言ったら日本一の飛行士会社になるんだと、これだけですよ、給料でね。だから長い時間軸で目標を持てば持つほど、それの最大目標に近づくために結果を最大化するためのツールとして年次の目標とか作るんですね。なんで作るかなって言った時に、例えば年次の目標とかっていうのは、ただの逆算してる中のプロセス KPI と思うんですよ。ただプロセスの要はチェックポイントなんだけど、チェックポイントをなるべくだったら早く行きたいじゃないですか。早く行きたいとか、なるべくチェックポイントをこう巻いてね、その先に行ってたいだけど、とにかく結果を最大化してあげるんですよ。だけどチェックポイントがないとみんな走り続けられない人が多いんですよ。だから作ってるだけですよ。だからもういちいち僕からしたら年間の目標とかは本当は作りたくないですよ。単純にそれは予算なだけであって、普通にこのままいったらこうなるよ、ちょっと頑張ってこういう結果出したらこうなるよ、ものすごい結果出したらここから積み上げられるよっていう感じなんで、必ずその管理職とかに言うのは3つ設定するんですよね、年次で言うと。1つは目標です、もう1つは計画です、もう1つ予算です。3本走らせるんですよ。はっきり言って予算がだから加減ですよ。別にノルマじゃないですけど、普通にやったらこんぐらいかかると。例えばじゃあ前年対比で見たときに予算だったら 105% とか、これねちょっと業種によって違いますけど、職種によって違いますけど、うちだったら支店だったらこんなんですね。計画は110とか115でいくんですよ。なるほど。で目標は130とか140でいくんですよ。だから大体目標みんな達成できないんですよ。すごい行動しないと。でもそれでいいんですよ。だから僕目標達成するかどうかどうでもいいから。ただこれ達成したらやっぱすごいから思いますよ。でもそういう感じでやっていくわけですけど、だから評価の基準は目標を達成したかどうかじゃないんですよ。どれだけ結果を出したかどうかだけでしょ。大体普通の人に目標作ってって言うと、めちゃめちゃセーフティーな目標ばっか作れるんですよ。既存の延長線でみんな考えちゃう習慣がすごい多いから、前年ですね、100っていう結果を出した人に目標順に決めていいよ、あなたの目標何って聞くと105とか、なんなら101とか出してくる人がいるんです。結構面白いですよ、普通の人。何が面白いのってやっぱ思っちゃうし。ちょっと話しますけど、この根源ってやっぱり僕は日本の学校教育にあるなと思ってるんで、別でも話してますけど、本当ムカつくのは正解か不正解か、全部こういう教育されてるんで、だからもう
意識しなくても自然に丸か×ができてるんですよね。そうすると目標達成することが丸で、しないことが×みたいな。そう。これまた置き換わってるんですよ。だから×嫌じゃないですか。だから目標達成をすることを丸と認識するから正解だから、達成できることが目標になるんですよ。目的化するわけですね。そうすると、そう低くなるんですよ。そうじゃないよと。×とか丸とかねえから。結果を最大化すること、結果が一番高くなることがとにかく目的なんだから、丸か×はどうでもいいと。仮に目標達成できなくても、結果が高いやつの方がいいに決まってるんだけど、こういう原理原則をやっぱり評価される側、する側も持っちゃってるんですよね。だからそもそも設定が間違えてるっていうのは、こういう解釈が間違ってきてるので、もうそもそも目標は達成した方が、評価制度も丸か×かになったりするし、達成したらこういうインセンティブがあります。達成しなかったらこういうペナルティがあります。そういうの多いじゃないですか。だからこそ、こうやっぱり達成することが目的にみんななっちゃうし、上司も甘くなると達成させることが目的になるから、部下のマネジメントとして小さな成功体験とかくだらない言い訳つけてやるでしょ。それがやっぱりね、ポテンシャルを閉じてますよ。なので、大体目標設定がおかしい。僕からの考え方ですと、目標なんて達成できないぐらいがちょうどいいんですよ。達成しちゃったらもっとできたって話じゃないですか。ちょうど達成できないぐらいが本当はベストなんですよ。目標を僕は達成しましたって偉そうに言うやつ嫌いだ。目標にちょっと届かないぐらいの目標設定が素晴らしい目標設定だったって話なんですよ。だって目標設定を例えば仮に120にした時に、123で達成しました。褒めてください。でもそれってさ、目標130にしといたらもしかしたら124とか5とかになってたんじゃないって僕は思うんですよ。なるほど。で一番立ちが悪いのは1年間として、1年間で例えば計画としては毎月10積み上げていって最初に120達成だった時にその120が10月に達成できちゃいました。で大体の人はすごいじゃんと12月に達成すべきことを10月で達成できて前倒しで相当頑張ったねみたいな褒めるじゃないですか。今少々褒めたくないですか？褒めたくない。だったらお前、ね、12月まで考えたんだったら150ぐらいで目標設定しとくよ。なるほど。だとしたら10月に120達成できたんだったら140になるんじゃないの最低。ワンチャン頑張ったら145とかみたいなね。120を目標として120達成できた人と150を目標にして140達成できた人とは後者が出たいんですよ。もし最初に同じ能力としたら、そうやって可能性を伸ばしていかないといけないんで、大体管理者の目標設定のプレイヤーの目標設定も管理者が確認する目標設定もちょっとおかしいですね。それかありえない目標設定をしちゃう人なんですよ。200みたいな目標を立てた人。大体プレイヤーがやる気だけすごい満々になっちゃって、ちゃんと中身を考えてなくて、とんでもないもう要は理想郷のような目標を設定して1年間な10年とかだっていいですよ。1年はやっぱりさすがにとんでもない目標を出してもダメだから、達成可能かどうかの範囲の中で、もしくは達成がちょっとできないかどうかぐらいのギリギリのラインで設定してみない。やりすぎちゃうのはよくない。それは目標にしてる管理者もよくない。管理者もありますよね。とりあえず勢いだけやって、俺はこの目標達成するんだってすごい考える。これはちょっと非現実的ですよ。10年時間があるんだったらいいですよ。1年ですよみたいな。1年できる範囲って因数分解してくれば分かるわけですね。なんで、高すぎる目標に関しても、低すぎる目標に関しても、大体目標設定がおかしいですよ。その目標設定ちゃんとしたのに、思った通りの数値にいかないんだったら、やってないわけですよ。みたいな感じになるんですよね。なので、目標ってそもそも、僕のおすすめは、その目標。これはちょっと届かないぐらい。計画。ストレッチしたら、背伸びしたらちゃんと届くと。これは最低限普通にやってたら絶対クリアできるから。これはちゃんとストレッチ背伸びして、あなたの力を出し尽くしたら達成できる。あなたがもし開花したら、とんでもないことをやりのけたか、もしくはすごいいい風が吹いてきたら達成できるかもしれない。これぐらいで作ってここを目指させる。結果が当然一番高く出るようにすると思うんですよ。終わってみたら、その目標にはちょっと届かなかったんだけど、手前まで行きましたよっていう結果が出たら最高なんですよ。なるほど。でもそれを達成できなかったって嘆く必要はないと僕は思うんですね。正しいのは、本当に高い目標には達成できなかった。だけど、それで別に評価しちゃいけないんですよ。目標達成したかしてないかでも評価しちゃいけない。じゃなくて結果で評価だから。だとしたら本人も、よりね、翌年結果を出すためにどうしたらいいかっていう思考になればいいし、じゃあ会社とか上司とかの評価としても、目標に届いたか届かなかったじゃなくて、どれだけ成果を伸ばせたか、結果を出せたか。
いうところだけを基準に評価していく、はい、そしたら別に達成か達成じゃないとか評価に値しないから、どれぐらいの結果を出したかっていうとにかく言語でいかなきゃいけないわけですよ。なるほど。はあ、深いですね。っていう話になるんですけど、一旦これで終わりますから。はい。